はい、皆さんこんにちは。こんにちは。次はですね、僕の銃の方ですね、紹介したいと思います。ちょっと、まず安全確認、アピールして。大事大事。弾入ってないです。ちょっとハンマー落としますね。じゃあ、自分が普段使ってるですね、マリの、MWS ベースで、自分で使いやすいように、いろいろいじったやつですね。じゃあちょっと後ろからストック側からね紹介していこうかなと思うんですけど、ちょっとね、最初スリングの紹介からしちゃうんですけど、自分が使ってるこのスリングなんですけど、スリングはイエーガークラフトデザインの SF2 スリングっていうスリングで、柄はマルチカムアリットですね。自分めっちゃ好きなんで、このスライダーがですね、このつまみで引っ張るだけでこう直感的に伸び縮みするっていう、これこうやって直感的に操作できるんでめっちゃ好きです。よいしょ。伸縮するスリングっていうの自体は、最近主流というかいろんなメーカー作ってると思うんですけど、こいつ何がいいかって、このスリングとか、フェローのスリングスターとかもそうですけど、やっぱりこの伸び縮みした時にわかります？この無駄な端末が出ない。VTAC のスリングとかが伸ばした時とか縮めた時に端末が垂れてきたりとかっていうスリングが伸縮式のやつであるんですけど、そういうのが僕はあんまちょっと好きじゃなくて、この伸縮しても余計な端末が飛び出たりしないっていうので、こういう伸縮スライダーのものかつ、特にこのロックとかがないタイプのが今のところ一番好きなんで、かなり気に入って使ってます。一応パッドがついてて、スリングつける位置って結構ね、人によると思うんですけど、自分はストックエンドプレートのところと、あとこのハンドガードの根元でやるっていうのは自分の中で、定番になってて、これ何がいいかっていうと、やっぱりこの取り付け位置だとすごい銃のね取り回しがめちゃくちゃしやすいんで、そういうところが好きで使ってますね。自分はなんでかんだ言ってやっぱサバゲーで銃使うっていうことしか基本やっぱしない人なのもあって、その短期的なパフォーマンスの高さというか、その取り回しの良さとかそういうのを結構やっぱ重視して銃っていうのはね組みがちですね。っていうのでちょっと自分はこのセットアップが大好きです。ストックなんですけど、マグプルの MOE-SLK っていうねストックついてます。形もすごい好きだし、パッドのなんですかね、大きさとちょっとここ角度ついてるの分かりますよね。そう、この角度ついてるところがね、めっちゃ構えた時にこのちょっと曲がってるところがこうブスッとジャストフィットするんですよね。その普段自分が構えるポイントにドスッとくるんで、めちゃくちゃ良くて、ちょっと語彙力があれなんですけどいやでも分かりますよ。分かる。でこれね、もう一個いいなと思うのが、マグプル CTR ストックとかもそうですけど、これ誤作動しにくいんですよね。伸縮レバー、普通の M4 のレバーここ下についてるじゃないですか。でもここについてると肩にこうやって当たった時とか不意に当たって伸びちゃう、縮んじゃうっていうのが、特にレプリカので柔らかくて起きたこととか俺あるんですけど、こいつはやっぱこの外からじゃあこう全くロック動かなくて、自分でこうやって操作しに行かないといけないんで、外からは干渉を受けない作りになってるし、誤作動しにくいっていうところも非常に作りがいいんじゃないかなと思ってめっちゃ気に入ってます。でこれストックにラバーバンドつけてる理由なんですけど、自分これはスリングまとめるようで、いいなと思って、こうやってこれ何のスリングでもできるですけど、こんな感じでラバーバンドでこうやって留めちゃいます。そう、一応このまま使おうと思えばね使うこともできるし、
で使うときはですね、これ展開も早くてこう折りたたんだのには理由があって、これ展開するときももうここプチュってひねったらもうすぐ展開できるんで、まあサバゲーだとないですけど、言ったら車両に乗ってて、そう車両から降りるときに、まあそのビークルタクティクスっていうんですかね、車両に乗ってるときに折りたたんどいて降車してその戦って、でちょっと落ち着いてきたらスリングすぐパッて出してみたいなのも、まあ、できるというか、まあ、結構スリングが折りたためるようにしてるっていうのは結構自分的にはやっときたいポイントできるようにはしたいなって。だってまあなんかかっこいいですよね。いや普通にかっこいいですよ、ちょっとその止め方はいいですね。ちなみにこのラバーバンドはですね、自転車のチューブの。自転車なんですか？これレンジャーバンドっていう商品名でよくいろんなメーカーがこれ用の黒いゴム出してますけど、自分はちょっとケチなんで安く済ませる方法を調べたら、自転車のチューブを切ったらこういうラバーバンドが量産できる。太さも自由自在ですし、こんぐらいはやっぱ伸びてくれるし、十分ですね。ちょっとちぎれやすいっちゃちぎれやすいんですよ。しばらく使うとやっぱちぎれたりはするんですけど、なんか2000円とかでこう、ね、チューブ丸々1本変えても切ればめちゃくちゃ量作れるんで、まあ、ほぼ無料みたいな感じなんで全然。で、まあ、グリップですね。BCM ガンファイターモッド0。モッド0が一番、モッド0がなんか3ぐらいまでモッドいくつってバリエーションあるんですけど、モッド0が一番細いんですよね。自分は手があんま大きくない、ちっちゃいんで、まあ、細い方が好きで、フィンガーチャンネルも好きじゃないんで、フィンガーチャンネルなくて一番細いのっていうのがこのモッド0だったんですよ。まあ、定番なんでみんな知ってると思うんですけど、この角度が立ってるんで、この肘を引き寄せた時とかにですね、すごい手首が痛くなりにくい、引き寄せやすいし、すっげえ握り心地いいし、で BCM のグリップと合わせてね、自分大好きなのがこの BCM のトリガーガード、グリップと一緒にね交換したんですけども、 M4 純正のグリップだとわかるですかね、この純正のグリップとトリガーガードだと、ここのねグリップとトリガーガードのこのつなぎ目のところがなんか隙間が、くぼみっていうか隙間できてるんですよね。でそこがまあ握ってて僕の場合気持ちよくないというか、長時間特に素手とかで握ってると、なんていうんですか、この中指のちょうどこの当たるところが擦れて痛くなったことがありまして、っていうのもあってトリガーガード変えたいなと思って、トリガーガード交換したののいいところは、このつなぎ目のところが BCM のグリップとこのトリガーガードを合わせて交換することで、ここが滑らかにつながって、滑らかにつながるんでめっちゃ気持ちいいってことですね。握っててそれがチョイスのめっちゃ気持ちいいくて、まあその指痛くもなりにくいし、そうでまあやっぱ見た目もかっこいいですよね。はい、なんていうんですか、現代のカービンらしいというか、って感じのルックスになるんで、なんで、まあ、BCM のグリップに交換検討してる人はですね、もう一緒にトリガーガードもね変えてあげた方がより良いかなと思うんでおすすめしてます。ちょっとねスリングの時にね紹介し忘れたんですけど、これスイベルっすね、使ってるスイベルがまあ CQD スイベルの、まあ、レプリカ CQD タイプのまあよく見るやつですね。まあMWS 用みたいなのを探してつけて買いましたね。自分ずっとエンドプロイトにスリングつけてるって言ってたんですけど、自分今まで所持してきた M4 を全部 CQD スイベルなんですよ。っていうのでシンプルに使い慣れてるからずっと使ってるっていうのがあるんですけど、変えるとしたら正直 QD ホールのやつついてる BCM とかにして QD スイベルつけた方がもっといいんじゃないかなっていう思いはありつつ、僕はもうこれで使い慣れちゃってて不都合があんまないんで、HK フックと組み合わせたら音出るとかはあるんですけど、まあ別にその使い勝手として別に不満ないんで、まあ強いて言えばそういうのに変えたいけど別にそこまでっていう感じなんで、まあ使い続けてますみたいな。チャージングハンドルがですね、ガイズリーの、エアボーンチャージングハンドル、ACH、URGI についてるやつですね。色悪くないかなって、結構なんだDDC って言うんですか、ガイズリーの。で、まあ、このチャージングハンドル好きなところはアンビで操作できるんですね。これ結構チャンバー確認の時とかに好きなんですけど、こっちでこうやって弾けるの、右手で弾けたり、右手でこうプレスチェックですよね、こうやってできるんで、非常にそういう時にこのアンプ結構楽だなって思って使ってます。まあ一番の理由はかっこいいからですね。そうですね、これ一番大事。はい、一番大事。だってぶっちゃけ別に M4 ノーマルのチャーハンでも普通に使えますから問題ないんですけど、まあかっこいいので変えています。チャーハンってこう構えた時に視界の中に入ってくるじゃないですか、ここがこうやっぱ好きな形というかかっこいいものついてたら気分上がるからいいなっていう。まあ、光学機器はユニティの、ファストマイクロマウントの、レプなんですけど、
を、まあ、刻印隠すために塗ってて、で、乗ってんのが D マグの T2 ですね。まあ、これも T2 のレプリカの中でかなり評判高いんで、今更言うこともないんですけど、自分の個体についてもすごい輝度もしっかりしてて、リコイルでもドット消えないし、ゼロインも効くしっていうところでね、かなりね、優秀です。ガス風呂とかに乗せても大丈夫なドットサイト欲しいなって人は D マグ、もう正直おすすめですね。ハンドガードが、まあ、BCM の MCMR で13インチの、まあ、レプリカです。これはね、アングリーガンの、が出してるレプリカですね。このハンドガードについてるのが、マグプルの QD スイベルマウントに VTAC の実物の QD マウントだと思うんですけど、そうですね。ボタンがこれフラットになってるから誤動作しにくいっていうので、結構できいいなっていう。それはいいですね。スリングって特にスリング周りはやっぱ銃を支えるパーツなんで、極力特に QD スイベルは実物買った方がいいなと思ってて、レプリカはすっぽ抜けることがやっぱあるんで、はい、僕すっぽ抜けたことあるんで、あら、いた、はい、いましたね。あるんで、なおさらじゃあこっちの方がいいですね。そうです。後ろは後ろもレプですけど、これは一応スチールなのかな、がっつりした素材で、この HK フック、このフック自体は実物で、これはもう構造的に問題ないかなっていう判断してるんで、この QD スイベル、QD マウント、このクイックアタッチ系のものは、ちょっと実物で固めた方が、安心安全かな。スリング本体もそうですね。しっかりしたものを使った方がいいかなということで、この銃結構ね、全体レプリカ多いですけど、この辺の周りに関しては、意識して実物を選んでいるポイントになります。何万円もする銃を、なんか、ね、1000円のスリングとかで釣ってね、落としたら、わかります、わかります。ちょっと泣きますよね。すげえわかります。マジで嫌ですよね。ってことで、スリング周りはお金かけといて損ないです。そうですね。はい。このグリップ周りがね、結構すごい気に入ってるポイントなんですけど、フォアグリップが BCM のガンファイターグリップ、MOD3 とか、そんな名前ですかね。で、ちょっと逆付けっていうんですか。めっちゃ握りやすかった。やばいですよね。めっちゃ握りやすい。さっき持たせてもらったんですけど、めちゃくちゃ握りやすかった。自分この逆付け、前の方に角度が向くように作るのが好きで、自分がこのグリップチョイスした理由は、自分の握り方とすごいね、相性がいいんですね。自分基本的にこの C クランプグリップですよね。こういう風に横から握り込んで、いう風に握るんですけど、この時にですね、わかりますかね、この角度がですね、いい感じに、こう、フィットして、ハンドストップ的な役割してくれて、で、このフォアグリップとピストルグリップとこのストックのこのポジションを本当に自分の体型に合うように、ガチ調整したんで、もう構えた時のこのドハマり感がやばいというか、そう、常に決まった位置でビッと構えられる。そう。こうやっぱハンドストップのおかげでいつも同じ位置で握れて、もう構えた時に一番気持ちよくなる位置、一番快適に使える位置で調整してます。BCM のグリップね、めちゃくちゃ握りやすいんでおすすめです。で、逆付けのメリットのもう一つの点として、この握り方もしやすいんですよね。これの反対方向、逆付けじゃなくてこの角度がこうなる付け方した時って、この握り方結構しにくいんですよ。ちょっと気持ち悪いんですよね。ただ、この逆付けしてると、このがっつり握り込む握り方した時もなんかすごい握りやすい。しっくり、こうやってがっつりトラディショナルな構え方もいいし、C クランプもいけるしっていうので、ハンドストップと、フォアグリップのいいとこ取りみたいな感じでね、めちゃくちゃめっちゃいいな。やっぱみんな使ってるだけあるな。やっぱね BCM のパーツって使いやすいんで、結局なんか自分の別に BCM4 ではないんですけど、全然純正のコルトレシーバーのままだし、ただなんかそのグリップだったりそういう触る場所は結構そういう BCM のパーツ多めになっちゃったのはやっぱねすごい使いやすいですね。結局使いやすいし、値段も手頃で手に入りやすいんで、なんか固まっちゃったっすね BCM で。このカモテープをねグリップ周りに巻いて、ちょっとこれ隠れてて見えないんですけど、モッドボタンタイプのレプリカですけどね、リモートで伸びて、これ有坂のサイドスカウトマウント、一応マウントだけ実物です。ライトレプリカなんですけど M300V のレプリカつけて、上はソモギアの LA5、結構ルックスが良くて、見た目いいっすね。はい、それはいい。結構レプリカの中だったら手に入りやすさとその見た目の良さでバランスいいのかなっていうところで選んでるんですよ。で、ライトについてはですね、フォアグリップ握った時に自然と親指が来る位置で調整して、ちょっとライトを照射しますけど、こんな感じで直感的に使いやすいですね。肩にすげえ押しやすい場所にね配置してます。で、ペックはこのままちょっと手をずらして直押しっていう感じで、ライトとレーザーって感じですね。
で、このカモテープね、巻いてる理由ですけど、最近流行っててね、みんな巻いてると思うんですけど、それ見てきっかけでやってみたっていうのは一応理由なんですけど、やってみて、まず一番音響大きいなと思うのは、このリモートスイッチの配線をまとめて上から巻いちゃうんで、すごいスッキリ綺麗にまとめられて、もう引っかかるポイントを極力なくせるっていう、その配線処理がすごいスッキリのと、やっぱりその握った時のそのグリップ感良くなるっていうのと、あとなんかこれはそのカモテープのパッケージにも書いてたんですけど、実銃だと打ってるとハンドガードが熱くなってくるみたいですけど、その熱対策にも一応なるって書いてたんで、この普段ね握る場所でこの手のひらが来るところにこのテープこの範囲巻いてあげてれば、その熱からも守れてグリップもできて配線処理もできるっていう、一石三鳥みたいな。でルックスも僕はルックス的にもかっこいいなと思うんで、結構好きですね。はい、流行っててみんなやってますけど、やってみて思うのはやっぱ楽、使いやすいです。みんなやるだけ理由あるんだなというのは非常に思いました。のでこのテープを巻いている見た目が好きじゃないとかっていうのがないんだったら、これ結構かなり合理的なアイデアだと思うんで、結構おすすめのやり方では、あります。でちょっと地味なんですけど、一応 BCM のレイルパネルを、つけております。4面、これも握った時の気持ちよさ、心地よさ、フィット感ね。結構握った時に気持ちいい心地いいってやっぱ使ってて楽しいのもそうだし、不要なストレス、余計なストレスみたいなのが多分、ちょっとでも減らせると思うんで、結構バカにできないカスタマイズなのかなっていう。でマズルデバイスはシャファイアの4プロングハイダー、4股タイプというかダイタック製のねレプリカです。スチール製で、これねめちゃくちゃ音がいいんですよ。聞こえてるかわかんないですけど、こうやっていい音してますね。こういう音が良くなるっていうちょっと副次効果もあります。で一応これサプレッサー対応なんで、自分ちょっとこの 14.5 でつけるのめちゃくちゃ長くなるからあんま好きじゃないんですけど、一応サプレッサーをこうやってつけて、こんな感じで一応サプレッサーもつけれますよっていう、これサプレッサーもダイタックの、シュアファイア RC1 タイプのレプリカです。こんな感じで一応正直すげえ長くなっちゃうんで僕はほぼつけないですけど、一応つけることはできますよという、つけれるようにはしてますんで。長いですね、やっぱつけると。そうなんですよね。であとは、この銃で見ての通り全体、塗装してるんですけど、使った塗料が日本ペイント、ニッペが出してるカモフラシリーズっていう塗料があるんですけど、ラストオリウムっていう、アメリカで銃の塗装によく使われる塗料が日本でも何年か前までは普通に売ってたんですよ、ホームセンターで。ただそのラストオリウムが日本での取り扱いっていうのが終わっちゃって流通しなくなっちゃったんですよ。じゃあ塗料どうしたらいいのってなった時に、そのラストオリウムの代用っていうか代わりになる国産の塗料みたいな感じで出てきたのがその日本ペイントのカモフラシリーズみたいで、だから色味的にも結構近いらしくって、安いっすね。国産だからなのか、その仕入れてるあれがないのか、1缶ガンパワーのでかい方ぐらいのサイズのスプレー塗料としては大容量の類のやつで、1000円ぐらいかな、おおむね。ちょっとまた載せときますけど、カーキとブラウンみたいな2色買って、ガーランドサムさんとかのね動画参考にして、塗装の動画上げて参考にして、ブシューブシューって2色使って、で洗濯ネットでちょっとカモフラージュして、これ結構今いろいろ剥げてるんですけど、でも逆にめちゃくちゃ雰囲気そう、勝手に剥げたやつです、これ自分でわざと剥いでるやつ。塗るはちょっとできなくてやったことないんですけど、あれっすね、塗っていいものじゃないと塗れないです。僕なんかはこのレプリカだから逆に気楽に塗れるっていうのがあるですね。塗装したのが去年の9月か10月かぐらいで、ミルシムイベントに参加するってなった時に、それに合わせて偽装を意識して塗ったっていうのがきっかけで、わざと剥ぐとか一切しないですけど、勝手にこうやって剥げてくれて、めちゃくちゃかっこいい感じに、めちゃくちゃいいですよ。いい剥げ方してる。いい剥げ方って言い方がどうなのか。いいですよね。握るところとかが自然として、でこれ中身はねもう完全にフル純正ですね。ホッパッキーだなんだとかってね、全部無純正状態で、もうスタバゲだったりレンジでのトレーニングだったりで使える、信頼できるガス風呂って感じですね。丸いの MWS 弾道性能とか作動性の部分でも、言うことないというか、もう買ったらできてるんで、あとホップ調整して、まともな光学機器だけ載せればもうガンガン当たる銃できる、でそうやってやっぱしっかり当たる銃、イージーを使った方がやっぱ射撃の練習とかする時も
自分のせいなのか物のせいなのかってなった時に、うん物のせいっていう線を排除できるんで、そうですねできるだけいいものを使った方がっていう意味も込めて、打って遊ぶ、球を当てて遊ぶ、動かして遊ぶっていう面においては、特に日本の環境でフロンで動かすっていう話になってくると、マリン MWS がかなりね一番信頼できるかめっちら、ゃ優秀っすよね。空打ち動作ねだけこの場所でお見せしようかなと思いますね。やばいっすね。いいですね。いい。あとやっぱあれですね、刺した時にやっぱそのハイダーからキーンって音がちょっと聞こえてるかわかんないですけど、そうですね。それがめっちゃいいですね、やっぱ。キーンってねちょっするんですよ、リリースした時に。それがいいですね。はい。打っててもね全然楽しいし、非常におすすめです。そしたら、自分の MWS の説明としては以上になります。めちゃくちゃこだわってますね。ありがとうございます。シンプルだけどめっちゃこだわってるし。ありがとうございます。レシーバーなんかはコルトの純正のまま、何かの再現とかってわけじゃないですけど、自分の使いやすさ、自分の用途に合わせて一番使いやすくなるように、光学機器とかは自分が手の届く範囲でそれなりに一応使い物になるものを選んで、サバゲーだったりトレーニングとかで十分メインで使っていけるものっていうのを目指していくんで、おおむね気に入ってるっすね。これであとどっか手を入れるとしたら、それこそ光学機器系を実物にしていくとかの以外ないかな。アップデートちょっとずつじゃないですか。そうですね外装とかその雰囲気は多分このままでめちゃくちゃいいと思うんで。そうですね。配置だったりとか、もう選んでるパーツの形とか種類の部分はもうおおむねこれで、いいかなって感じですね。ですね。はい。ちょっとでもね、楽しんでいただけた方はね、ぜひね、高評価とかしてもらって、次の動画も楽しみにしていただけたらいいかなと思います。はい。じゃあすいません。ありがとうございました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 。